ハンドルは折れ曲がり、焦げついた車体は錆に覆われています。三輪車の持ち主は鉄谷真一ちゃん。爆心地から 1.5 キロ、東白島町に両親と兄弟、祖母と6人で暮らしていました。当時三輪車はなかなか手に入らず、目にした時にはとても喜んだといいます。あの日の朝も三輪車に乗って遊んでいました。倒れてきた柱の下敷きになったしんちゃんを父信夫さんが助け出すと、体中血だらけで、顔はやけどで風船のように腫れていました。それでとにかく水をくれ水をくれというとにかく当時水を飲んだら死ぬんだと、いうようなことを言っておりましたので、もう水飲んだら死ぬから頑張ってくれというのをそこで頑張らせます。でそのまま死んでしまうわけでございます。翌朝、自宅の焼け跡からは姉と妹の骨が見つかりました。信夫さんは一度に3人の子供を失ったのです。いらっしゃい。戦後に生まれたしんちゃんの弟、俊則さん。今も当時の場所に暮らしています。波板の屋根があって、ここら辺まで、これもやね、これまであって、でここにお地蔵さんがあって、でここでこういう形で、もう屋根がここら辺までこうありますからね、これでこう拝んでいたと。どうしてもしんちゃんまで焼くことができなかった信夫さんは、しんちゃんを庭の防空壕の穴に寝かせ、足元に三輪車を置き、土をかぶせました。そしてその上にしんちゃんによく似たお地蔵さんを置き、毎日欠かさず手を合わせました。普段の風景、我々も普段通り生活している。で父親も思い出話を家族の中ですることはないし、で我々も聞くことはないし。40年が経ち、信夫さんはしんちゃんをお墓に移す決心をしました。家族が集まって土を掘り返すと、小さな骨と三輪車が出てきたのです。子供たちに向かってお父ちゃん年取ったなというようなことを言うたような気がした無理もないです。40年が経ってるんですから。信夫さんは三輪車を原爆資料館に寄贈しました。そして求められれば、これまで語ってこなかった自身の経験を話すようになりました。初め頃は心たまらんようになる時にはね、真一よいうような大きな声を出してね、叫んでみて、夜中にね目が覚めてみて起きてから見たりするようなことがありましたがね。人に笑われるような錆びた自転車やけどもね、力になってくれます。核兵器いうものに対する廃絶をせにはいけないんだと、人類の破滅になるんだ、こういうようなことがあったということを言うとかねば、世界の国々も各国の恐ろしさを分かってもらえないんだと。信夫さん亡き後、
お参りは俊則さんの日課になりました。俊則さんも信夫さんがしんちゃんを掘り返した時の年に近づいています。父親はね、ずっと心の中で、収めておきたかったんだろうと思いますよ。毎朝骨が埋めてあるところに手を合わしに行くというのがどういうことかというのがね、私も繰り返していく中でなんかね、分かってくるものがある。でそれは来るたんびに思い出してたんだろうなということですよ。忘れたい思いですよね、そういうのは。原爆資料館にもいろんな遺品がありますけども、あれは提供された方がね、もう忘れたい、辛くてたまらない、塊ですよ。それをああいう形で展示していただくというのはね、辛い悲しいのを乗り越えて生きていく中で何を考えていくかっていうとね、自分の子供たち孫たちに、こういう思いをね、させちゃいけない。間近で目にするとかなりの衝撃ありましたね。戦争やりたくないって思った。G7 広島サミットで首脳たちがどの展示物を見たのかは明らかにされていませんが、イギリスのスナク首相が三輪車を見たことを明かしました。心が深く揺さぶられた。ここで起きたことを決して忘れてはならない。残すことでだんだんね、価値が出てくるっていうことはあるんだろうなって。スナク首相が、見て感動したとかね言ってくれるなんて思ってもませんでしたからね。一方で新たにした思い。父親もモニターの中でね、核は人類を滅ぼすんだって言って、もう30数年前にね言ってくれとるのに、それ言われると申し訳ないなという。俊則さんは5人の孫に広島で起こったことを伝えてきました。そのうちの一人、小西咲さんは広島市内の小学6年生が務める子どもピースサミットのメンバー。平和について自分の意見を発表し、平和記念式典で子ども代表が読み上げる平和への誓いの内容を20人の小学生とともに考えました。やっぱり教育の力すごいなと思うんだけど、本当に自分のこととして子どもはね捉える能力があるんですよね。僕はひいおじいちゃんの経験した原爆について見たこともないし、痛みや悲しみも分かりません。でも僕が育ってきた土の下にも周りにも原爆は今でも残っていることは知っています。広島でこんなことがあったんですよ。被爆した人はこんな悲しみを持って生きているんですよ、ということを伝えていきたいと思います。これからもしんちゃんの三輪車は伝え続けます。世界中の人に核の悲劇を自分事としてもらえるように。